い、皆さんこんにちは、あずです。旅とランニングを楽しみながらフルマラソンサブ 3.5 に挑戦しています。今回はですね、昨シーズン私が実際に走ったフルマラソン11大会を個人的フルマラソンアワードと題しましてまとめてみましたんで、その動画になります。 PB 狙いなのか、旅ラン重視なのか、あとはエイドを楽しみたいのか、人によって気になる点、重要視する点はそれぞれ違ってくるかなと思うんですけれど、大会によってもう本当に個性がね全然違うので、走り比べてみてすごく楽しかったです。もちろんね、これはあくまでも私の個人的感想なので、大会ごとに優劣をつけるつもりは全くありません。次何の大会にエントリーしようかなっていう時に、参考の一つにしていただけたらいいかなと思って撮っています。はい、ではここからですね、昨シーズン参加した11大会を簡単にご紹介しながら、次の6項目で1大会ずつ見ていきたいと思います。項目はですね、PB 向き、エイド満足度、景観応援、アクセス、ラントリップ、この6つで考えてみました。はい、比較できない部分もあるんですけれど、こちらの内容でまとめてみました。まずね、1本目が5月の黒部名水マラソンです。まずね、PB 向き度ですけれど、個人的には星2つくらい。走る前はね、比較的走りやすそうな印象だったんですが、実際出てみると地味に坂が多くって、しかも5月開催とはいえ意外と蒸し暑くて、さらに日本海からの風が結構強かったです。思った以上にね、タフな大会でした。ただね、エイドはかなり気に入りました。黒部産コシヒカリを使ったとろろ昆布おにぎりがすごい美味しいですし、あと梅ゼリーも良かった。途中でね、アイスクリームが出るのも楽しいです。そしてね、最後の黒部の名水ね、これがめちゃくちゃ染み渡ります。遠征大会としてのね、満足度もすごく高くて、富山グルメもホタルイカの刺身とかブラックラーメン、白エビ天丼、すごいいろいろ美味しかったです。あと立山黒部アルペンルートを巡って帰ってきたんで、旅ランプラス旅行も楽しみたいという方にはかなりおすすめの大会です。次はですね、8月の北海道マラソンです。これをね、一言で言うと、とにかく暑い。PB 狙いはなかなか難しい大会かなと思いました。ただね、その暑さ対策がすごく印象的でした。エイドでは雪玉が配られていて、帽子の中に氷を入れたまま走るっていう、なかなか他の大会ではできない体験ができます。これが北海道マラソンらしくて面白かったです。そしてこの大会は遠征込みで楽しめるのが強いですね。走る前後に札幌グルメ、観光、北海道旅行までセットで楽しめるので、ラントリップ満足度はかなり高めです。真夏のフルマラソンを楽しみたいという方にはぜひおすすめの大会です。次はですね、10月の水戸黄門マラソンです。このコースはですね、意外と油断ができません。それなりにね、アップダウンがあったと思います。終盤のね、千箱の周りをぐるっと回るんですけど、ものすごく長く感じますし、トンネル区間もね、長かったです。でもね、途中で太鼓を叩ける体験があったり、沿道の応援もね、かなり多かったです。そして最後の激坂の途中でね、増田明美さんの応援があって、かなりね、力をもらいました。あとね、個人的にかなり良かったのが運営面です。11大会の中でも会場がね、非常にコンパクトで動線が分かりやすいです。荷物預けや移動もスムーズで、都心からのアクセスもいいですし、参加しやすさはかなり高いと思います。応援と大会の一体感を楽しみたい方に非常におすすめの大会だと思います。次はですね、11月の下関海峡マラソンです。まずこの大会はですね、かなりアップダウンがあるので PB はね、狙いにくいと言われています。
なんですが、なぜかね私はこの大会が PB だったんですよね。個人的にはアップダウンでリズムを作りやすくて、単調じゃないので最後まで集中がね切れにくかったのが大きいかなと思います。あと何よりもね、この大会は景色がすごいです。日本海と瀬戸内海2つの海の景色が広がっていて、そこに沿道の応援も加わって11大会の中でも個人的には一番感動した大会でした。エイドもメーカーが出たりお蕎麦が出たり配置がね良かったんじゃないかなと思います。暑いタイミングではねおしぼりがかなり助かりました。あとねゴール後も強いですね。フグ鍋が食べられたり、唐戸市場でお寿司をね楽しむこともできます。遠征込みでね満足度がかなり高い大会でした。というわけで個人的にはまた出てみたい、大会の一つです。お次はですね12月の湘南国際マラソンです。この大会はですねお天気がいいともう目の前にねずっと富士山が見れるんですよね。江ノ島を折り返してずっとまた大磯に戻るんですけれど、目の前にドカンと富士山が見えますんで、普段ね富士山見えないところにお住まいの方にとってはとてもね印象に残る大会なんじゃないかなと思います。暴風林にね入ってしまうと、スライドが見えないのと、あと二宮折り返しのラスト5キロがとてつもなく長く感じます。マイボトルマイカップは自分のタイミングで取れるんで、エイドの混雑はあんまり気にならないと思います。あとね最寄り駅からちょっと遠いんですけれど、都心から日帰りも可能になります。お次はですね12月にもう一本、ザ・チャレンジレースという大会に出走しました。この大会はねペーサーがいるので PB 狙いならもう間違いないんじゃないかなと思います。ちょっとね私自身は途中で転倒してしまって、結果ねセカンドベストの記録でした。30キロ走まではでも、昨シーズンで自己ベストで走れたんで、力を引き出してくれるレースだと思います。ただね河川敷を走るコースだったんですよ。なので応援もないですし、代わり映えのない修行みたいなコースでした。次はですね1月の石垣島マラソンです。これはまず暑いです。そしてアップダウンもかなりあります。 PB 狙いっていうよりはねもうサバイバル系ですね。でもこの大会の魅力は完全に南国感、景色も空気感も本州の大会とはかなり違います。旅行に来た感が強くて非日常に没頭できる大会でした。旅ラン好きにはねかなりおすすめの大会です。お次は2月の姫路城マラソンです。この日は気温が高めで思ったより暑かった大会でした。やっぱり最大の魅力は姫路城ですね。前日受付で姫路城の入場チケットがもらえますんで、前日に天守閣まで楽しむことができます。走るだけじゃなくてね日本らしさを感じられる旅ラン大会でした。来年2027年は休止になってますのでちょっと寂しいですね。来ました。3月は東京マラソンです。やっぱりね別格の都市型大会でした。まず驚いたのが応援がほとんど途切れない。最後のフィニッシュゾーンの盛り上がりはねもう圧巻ですね。もちろん大規模大会ならではの課題もあって、スタート前のトイレ待ちとかエイドの混雑は少し気になるところではあります。ただ参加人数でここまで運営がスムーズなのは本当にねすごいことだなと思いました。そして3月はもう一本名古屋ウィメンズマラソンを走りました。コースはね比較的フラットなんですけれど、個人的には少し単調で途中飽きが来やすかった印象です。
整列ブロックがね後ろだったこともあって序盤は結構埋もれちゃいました。ただねやっぱりこの大会は華やかで会場の雰囲気も特別感があります。そしてゴール後のねお土産が豪華、女性ランナーに人気なのも納得の大会でした。はい、そしてようやく最後の佐賀桜マラソンです。まずねこの大会は意外と PB 狙いの大会だと思います。コースは高低差がほとんどなくて10メーター以内のかなりフラットなコース、走りやすさはね高めです。しかもねペーサーがかなり細かく設定されていて、市民マラソンでは珍しく2時間半からペース設定されているのも印象的でした。この大会はですね何よりもエイドが強くて個人的にはね最強候補ですね。コース上はもちろんゴール後まで充実していて、特に最後の焼き餅がねもう美味しいんですよ。これがまた佐賀のねいちごもしっかり堪能できるのも嬉しいポイントですね。応援はね熱狂タイプっていうよりは優しめでねあったかい雰囲気でした。アクセスについてはね自分は福岡経由で参加してきました。はい、ということで PB も狙いますしエイドも楽しめる結構ねバランスのいい大会なんじゃないかなと思います。今回は2025年から26年個人的フルマラソンアワードを発表してみました。いかがだったでしょうか。秋大会エントリーは皆様お済みでしょうか。まだまだね全国に魅力的な大会がいっぱいあると思いますので、はい、これからもですねいろんな大会を走りに行きたいなと思います。皆さんなら PB 狙いならどの大会ですかね。景色重視なら、エイド最強ならば、どんな大会が魅力的でしょうか。よかったらですね私も次の遠征候補先にしたいと思いますので、ぜひコメントで教えていただけたらと思います。はい、それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。またね。Nico!